これが代表的なシリーズというか、そういうことですね。バッグも持ってる人多いですよね。多いですね。最高ですね。はい、最高ですね。やばい。やばいですね。すごい好き。いいいですか。上がりますね。上がりますよね。ダメージしてるんだけどものすごいエレガント。そうですよね。はい、こんにちは、シトレイです。今日はですね、Z 世代に絶大な人気を誇るD ですよ。D。渋谷のディーゼル、この For Successful Living ですね。デザイナーさんが変わってから新しくなったというところで新生ディーゼルなんですけども、皆さんディーゼル感は一回ね、昔のディーゼルのイメージ持ってる人は一回リニューアルした方がいいかなと思います。全然違うから。じゃあ早速入ってみたいと思います。もうこの段階でキラッキラじゃない？こんにちは。今日はよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。鶴川さんです。すみません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけども、はい、このディーゼルの店っていつオープンしたんですかね。先月の18日に、18日に、はい、リニューアルオープンという感じです。リニューアルオープン。じゃあ早速なんですけども、はい、どこから行きます？まずご紹介したいのってなるとこのミラノコレクションですね。はい、ランウェイのショーピースから。ランウェイのショーピースがいっぱいあるよ。はい、メンズレディースが両方入ってる感じですかね。そうですね。本当にショーと同じようにメンズとレディースのジェンダーがミックスされたようなランウェイなので、このラインナップもそういうような形にしております。デニムがすごく強いんですけど、デニムがすごい進化して、なんていうか溶けたというか、はい、そうです。本当にデニムの素材のそれぞれの強み弱みを生かして、残すところと溶かすところっていう感じで作ったのがこのデボレっていうシリーズですね。デボレシリーズ、はい、これが多分代表的なシリーズというか、そういうことですね。今象徴こういう感じ。そうですね。これもはい完全にそうなんかこう溶けて残るみたいな、はい、不思議な感じなの。はい、死ぬほどクラッシュした感じ。そうですよ。どこに冒険行ったらこうなるんだろうっていうくらいのね。そうですね。すごくない？セットであるんで。そうなの。しかもよいこちゃんのポロシャツですらですよ。そうですね。ねえ、どうしたのっていう、どうしたんだろう。反抗期かっていうね。よいこの反抗期こんな感じですよ。そうですね。はい。いや最高最高。でレディース。そうですね。レディース。ほらもうこんなん大好物じゃないですか。ランウェイはこのままの。このままの。こんな感じの胸にねこれついてるんですよ。胸かベルトにここに D ってついてるんですよ。そうめちゃくちゃ売れてるんだろうなと思って。いや本当そうだよね。はい、でもなんかこう洋服がいいんですよ。売れてるブランドって小物だけ売れてるところ多いけど服もちゃんと売れてるんですよ。でそして私欲しいんですよ。グレーになったのいつからでしたっけ？2022年から店頭ではそのコレクションが発表されているような感じで、就任自体は2020年に。そっかそっか、はい、でそこをちょっと慣らしてというか、そうですね、慣らして移行期間があって、デザインをして店頭に並んだのは2022年から。なるほど。じゃあこのお店自体もリニューアルしてグレンのその衣装を全部凝らしてるってことですよね。そういうことですね。グレンが完全にディレクションして。これも見てほしいの。はい、お店の中に広告があるの。ありそうでないですよね、この感じはね。これもコンセプトとしてはビルボードっていうテーマでこの中に広告を打ち出してるっていうような感じなので、今回でいうと、多様性っていう意味も込めて、ギネスに載ってる人たちをギネス、はい、ギネス保持者ですね。それぞれが、体が柔らかいとか、奥も後で見ていただきたいんですけど、奥とかも見ると顔に全部こういう金属のスプーンがたくさんつけられる数の保持者とか、フラフープ1回で回せる人、はい、それぞれのギネス保持者がうちのブランドのコレクションを着ていただいて、そこで多様性とかっていうことを表現しているような。これは、この人は年齢がかなり上の方でボディービルド今現役の方っていう。なるほどね。でディーゼル着てるディーゼルなんだ。なるほどね。体が資本だからもう時計しかつけないよって。そういうことですね。クラッシュのレザーっていうんですかね。そうですね。はい。レザーも使っているんですけど、使用感っていうのをうちらは加工でやってるような感じにはなっているので。なるほどなるほど、こんな感じ。皆さんご存知だと思うんですけど、グレン・マティスでワイプロもやってるじゃないですか。なのでディーゼルでは加工とか素材っていったところのこだわりからで、ワイプロはそのシルエットとかデザインからのこだわりっていうような感じにしているので、分けてるんだね。そうですね。なので、ディーゼルだとこういう加工っていうところが一つのグレンからの表現になるほど。で強みを生かす。そういうことです。はあ。
レーザー、そうだね、これだってディーゼルじゃないとできないですもんね。そうですね、レザーをあえて、そうですね、ね、こういう遊び方は。このちっちゃいやつとか最高じゃないですか。最高じゃないですか。ね、いい。クラッシュしてあると汚く見えるじゃないですか。ジップがいいんですよ。ジップがすっごい綺麗なんですよ。だからそこで成り立つっていうか、汚くなりすぎないっていう。上手。普通の T シャツとかでもね、結構ボロンなんですよね。カモフラシリーズもいいですね。そうですね。うわー、やっぱ武骨っていうインスピレーションをあえて軽くちょっとスポーティーにしてるっていうところがなんか彼らしいのかなっていうような。ほら、ボロンボロンなんだけどちゃんと加工がしちゃってみたいな。そうですね。綺麗。生地の上に生地を乗せてっていう。そうですね。ここでナイロン生地の上にこの生地重ねて。そういうことですね。カモフラオンカモフラで見せてんの。すごいテクニックすごい。でもね、もっとキラキラしたのあるんだけど、ほら。ここら辺のゾーン好き。そうですね。好きゾーン。この辺とか日本でいうと渋谷限定。渋谷限定。はい、なっております。どんな特徴があるの？ピールオフって言って、これもデニム地の上からまた生地を乗せて、どんどん着ていくうちに剥がれてくるようになってるので、なるほど。もともともやってるんですけども、すでに、剥がれかかって、これがどんどん剥がれていくこと自体も経年変化として。あとね、ディーゼルの好きなところ、すっけなところ、ほら、こういうの多いですよね。多いですね。ね、好き。でも後ろちゃんとなってますみたいな。もうなんかもうブライチとかできたいですよね。そうですね。あと一番斬新なのが服じゃないですか。服靴って貼るとこ。そうですね。そう。デニムの2杯？もはやパンツって言っても差し支えないくらいの。すごいね。できるだけグレンがランウェイでやったものを表現、そのまま、そのままルックで見せるような感じになってます。新しいシリーズでデニムにキラキラしたのついて万年、これもデボレっていうシリーズなので、こういう柄の上にデニムを乗せて、そこからまた溶かすところと残すところ、その上にまた足元、スパゴロ、ストーンをあしらうような感じです。これすごい超かわいい。でこっちはもうちょっと履くだけになってるっていうか、でもこのボーン、このボーン、リボーンみたいな、この透け感がいいんですよね。肌ちょっと見える見えないみたいな。そこがね。ここ。そう。ちょっと谷間見える見えないくらいな感じ。かわいい。なんかディーゼルってすごい透け感があって、露出すごい強いんですけど、全然エロくないんですよね。強すぎるから、なんかそのパワフルさがすごい好き。ほら、お腹もちょっと透けるでよっていう、ここすごくないですか？おへそちょっと見えるよみたいな。こんなん大好物じゃないですか。来たらお腹また出るんですよ、ここビューンって、このカットとか最高じゃないですか。あとそう、これレセプションで着てる子いてすごいいいなって思ったのが、パン1に見えるってやつ。そうです。パンツだけ履いてきましたみたいな。そうですね。かなりヌーディーな。ね、後ろもティーバッグですみたいな。好き。こんなん大好物じゃないですか。でも攻めてないっちゃ攻めてないような気がしないでもないのもあるよ。そうですね。でもなるほど、こっちがストライプだけ後ろがねこう、モノトーンになってていい生地使ってますね。そうですね。これに関しては一応レギュラーコレクションで。レギュラーコレクション、入りやすいよっていう。そうですね。なるほど。レギュラーコレクションでは後でちょっと見ましょうか。後で見ましょう。こんなん最高ですやん。こんなん大好物ですよ。あと古川さん、これなんですか？これすごいなんかちょっと不思議。これをどういうこと？これもデニム地の上からコーティングをしてるんですけど、もともとカットして、捨てる部分みたいなザンプをも使ってデザインするっていうようなコンセプトにしているので、だまし絵みたいな、こっちもそのシリーズです。デニムの上に、スウェット生地みたいの貼って、また 2B みたいなで、後ろは実はスウェット地っていう。こっちはスウェットになってるんだ。すごい不思議。そうですね。スウェット編みを裏はして、表はデニムで、さらにもう一回なんか貼って、そうですね。こういう生地を貼って、すごく洗ってもパリパリのままなんですかね。使っていくとやっぱ柔らかくなってきます。どんどんやっぱ経年変化が出てくるので、そこまでが楽しめる方には育てていただきたいっていう。育ててるパンツ、これすっごいクラッシュじゃないですか。スケだと思うけど、1枚ストライプ挟んであるから透けないのか。
こう折っていただくとストライプが見えるようになってるので、なるほどね。なのでここも外してもらうと自分でロールアップして生地を出すとか、そういう遊びもできるように。なるほど、はい、これとかなんかすごいまたナイロンみたいな。あ、そうですね。この辺はちょっとシネマシリーズってランウェイでやってたんですけど、はい、ちょっと全部ではないんですけど、その一部は映画の方からインスピレーションして、なんかパロってるような感じにはしているので。なるほど、はい、これも素材をわざとツヤ感を出して、あんまりそのヴィンテージ感がないように、はい、ちょっといろいろ彷彿させる感じ。そうですね。なんだろう、このもやっとする感じ。なんとなくわかります。しかもここから突き破って出ましたよっていう手ですか。バッグ行きましょうね。バッグも持ってる人多いですよね。多いですね。どれも人気があるんですけど、やっぱ一応ワンダーって言われる D のロゴを持ったシリーズに関しては一応一番最初にうちのブランドの代表的な顔になったシリーズで、この D のイメージすごいある。ありますよね。はい、これは一応プレイって言って、はい、プレイステーションのリモコンからインスピレーションしてるこういうこと？はい。ここで立体的にこういうことか。はい。でも結構持ちやすい、形状的に多分でも手にフィットする、プレイステーションだと思うんです。そうですね。体にそうですよね。馴染むようにフィットしないわけないですよね。そうやって持ってもいいじゃないですか。そうやって。いや、かなりおしゃれですね、これは。ねえ。でも結構中入りますよ、思ってる以上に。このシリーズ私あんまり見たことないんですけど、この2つは一応ミラノコレクションで、はい、なかなか展開しているお店が少ないです。今だとこの渋谷とあと銀座、この近くだと銀座、あと青山にも一応ミラノは一部ご用意したりしていますね。でもここが一番大きいですよね、ミラノ。ここが一応アジアでは一番大きいお店。アジアで一番。はい。アジアで一番大きいお店に。そうなんだ。こういうこと。そういうことでございます。素敵です。すごく似合ってます。いい。でもこれ結構馴染みますね。そうですね。割とね、使いにくいかなと思うけど結構使いやすいです。さりげなくなんですけど、渋谷の限定とかもあったりとか。本当だ、気づかなかった。そうですね。そうですね。この色のみのこの大きさがいい色、ピカッとして最高じゃないですか。こっちのがちょっとコレクションで使ってたものですね。ちょっと癖強めな、ほらなんかビックリマンみたいな時。そうですね。強いビックリマン。私今日結構トラディショナルな格好してるじゃないですか。はい。合いますよね。ボンって持つだけで今感出るものっていっぱいあると思うんですけど、ディーゼルが一番それ強いと思う。これは何？これもランウェイの時にバングルとして使ってた、タトゥーの代わりじゃないですけど。そうだね。タトゥーするとね、お風呂入れなくなっちゃうけどね。これだったら全然入れるよ。小物も。これはどんな感じの？もうこんなん絶対ディーゼル好きな人最初 D から始まるんだったらって感じですよね。そうですね。渋谷限定も渋谷限定もあったりとか。これがランウェイコレクションですね。結構派手だね。もう今っぽ今っぽでもちょっと結構びっくりしたんですけど、思ったよりも値段手に入りやすくないですか？僕らはディーゼル価格って言ってるんですけど、手に届かないっていうわけじゃないっていうものがありますね。想像以上。ありがとうございます。一発持ってればトレンドが抑えられるっていうのはサングラスじゃないですか。そうですね。ディーゼルのサングラスも全部シュングラス。シュングラスありがとうございます。どう？すごく似合っております。ここ細いのもポイントですね。ここ太いと多分ちょっとドヤって感じになっちゃうから。これ3万切ってる、28,600円。こんな感じ？もうかなりテック要素。どう？よかった、潰しの効く顔で。なんか何でも似合うっていうのを自分で言わないように、潰しを効く顔とかっていうとみんなの反感買わないかな。いや、すごい何でも似合う。いや、なんかこれやらしくなっちゃうじゃん。今言わしてるし私。次は靴もありつつ。このシリーズとかに関しては一応グレン・マーティンスが一からディレクションしたプロトタイプっていう原型っていう意味があるんですけど、毎回毎シーズンアップデートして出してるので、今回でいうとこれもプロトタイプで、それの1個前がこれでした。これ、なるほどね。面白いね。こうなんか樹脂貼ってあって、またなんかこうちょっと刺繍みたいなのしてある。そうですね。なのでこれも前で見た時と横とっていうので印象が変わるように、前と横と。でこれは、後ろまで全部下までこうやってつながってるような、なるほどなるほど、感じにしてはいるので。すごい。でレディースはレディースで可愛いんですよね。そうですね。
このぽっこりシリーズも可愛いけど、このなんかもう遊びを入れながらエッジが効かしてるっていうような。なるほど、ここでスイカ入れればいいんですね。そうなんですよ。入れるこのシリーズ結構私見かけます。ありがとうございます。街でこれもやっぱランウェイコレクションの方から最初に出て、今はレギュラーとしても出てるような感じなので。この D マークのね、エンブレム。こんなん最高じゃないですか。ちょっと待って、こんなんちょうどない。6万6千いけんな。今ボソって本当に欲しくなると公園になるんですよ。ここら辺は何シリーズになるんですか？ここが今のシーズンでいうレギュラーコレクションに定番的なものなんですけど、売り切れてもまた入ってくる、もしくは同じデザインで色違いが入ってくるっていうような、もう一つはシーズンなので、そのグレンがランウェイとかで作ってくれたものから、もう少しカジュアルダウンさせて普段使いできるようにしたものとかがこっちのシリーズ。私このイメージすごい強いです。ありがとうございます。デニムジャケットに見えるじゃない、一見。でもカットソーなんですよ、ほらトロッとしてる、このちょっとトランプユーとか、そうです。もうそうだまし絵シリーズみたいな、これとかも遠くで見たらわかんないかもしれないですけど、おおすごくない？ボタンもあるんだ。あるんですけど、これはないっていう。そうなの、なんか胡蝶の夢みたいになってる。デニムから途中からレースになったよみたいな、トローンって。ここら辺とかでもいわゆるよく見る感じのザ定番、ディーゼルの最初にこちらからどうぞみたいな、ロゴが小さくなってちょっと大きいので抵抗がある方とか、それをガシガシ使いたい方は普通の T シャツで、これもさりげなく見ていただくと同じように見えるんですけど、つけたっていう。気づかなかったほらそういうのも気づかなかった。そういうのはつけてない。つけてない。お客様に合わせてっていう感じで。優しい。あとこれだね。これは絶対もうマストハブだよね。3人に2人くらいやってるよこれ。そんな本当ですか？多いですけど、3人に1人は2万税込み2万2000円で、その隣のアンティークシルバーって僕らが呼んでるこっちのタイプのが少しさらにお値段がお安く、怖い、2万切ってる。ちょっとお値段がお安め。本当見るんですよね。ちょっとちっちゃいのもあるんですね。そうですね。入りやすい、ちょっとその最初から入りやすいにはいいんじゃないですか。こんな感じ？そうです。でちゃんと D の主張あるしね。そうですね。いいですね。この雰囲気にも。ね、いいね。2万3000円。いいじゃん。つかさ、下は何があるの？下は一応メンズのコレクションがメインなのと、あと他のお店にはないアートギャラリーとか、あとアップサイクル的にうちで加工するその場所があるんですけど、下降りてきたんですけど、これが渋谷限定。そうですね。デニムにダメージの入ったシャツが貼り付いてるみたいな感じになっておりますね。でこっちはこれはレザー風に見立てたコーティングになるので、そうなんだ。裏地を見ると完全にデニムやーっていう、すごい。でもちょっと柔らかいから着やすいと思う。こっちもなんかザ・ディーゼルって感じする。なんかいっぱいポケットついてるみたいな。カーゴの立体版みたいな。真正面に見ると膝の部分がちょっと出てる感じで、横を見ていただくとちょうど本当にバナナシルエットみたいな感じに。すごい。ここ見ると分かりますね。そうですね。すごいパターン引いてますね。そうですね。なんかすごいテクニック使ってるのに、派手すぎて目立たないというかディーゼルの良さですね。そうですね。であとはみんなのデニム、やっぱねディーゼルの DNA ですもんね。デニムといえば大きく分けるとジョグジーンズって言われるジョギングができるっていうコンセプトからできた、表がデニム編みで裏地がスウェット編みのようにしてるっていうシリーズの。だからそのジョギングできるほど柔らかいってことか。そうですね。履きやすいとかストレッチ性が効いてるので、そのジョグジーンズっていうものとお隣にあるトラックデニムですね。トラックデニム。ここに本当にラインがあって、そのそこのトラックから来てる。これも同じようなやり方ですね。こっちの方がスウェットっぽくはもう表も見えるんですけど、やり方は全くある意味同じタイプで裏地がスウェット編みになってるので。面白い。コットンデニムっていう感じ。いわゆる。でも大きさもいろいろあって、スリムとかスキニーとかストレートとかいろいろ選べますよと。でこれもグレンになってからコットンの割合が増えました。
あ、そうなんだ、はい、それまではもうちょっと違った。こっちの方が実用的っていうので人気があったり、割合が多かったんですけど、グレーになってから、コットンデニムの、デザインとか種類が増えたっていうような、感じなので、今コットンの方を買いに来る方のが多いかもしれないです。あ、そうなんだ、形的にはどれが一番人気なんですか？結構すぐ本当に入ってきて売り切れるのはまずこの D ライズって言われる形、女性でもあるんですけど、名前はちょっと違うんですけど、このタイプはもう本当ジェンダーレスに売れていて、太い土管みたいな感じの、ちょっとウエストで締めて、広がってるバギーのような形、これはもうどの色が入ってきてもすぐ売り切れて人気、あ、でも確か太いの多いもんね。お値段がだいたい5万3000円ぐらい、ミリタリーとかユーティリティな要素を入れてパターンを引いたものでも、6万しないぐらいであったり、ここに加工が増えるとちょっと6万超えてきたり7万近くなっていくっていうような感じですね。なるほどね。この辺とかがやっぱ人気なんだ。はい。鶴子さん、ここは何でしょう？ここはアップサイクルラボってもう書いてあるんですけど、お客様のデニム2本をお持ちいただいて、デニム2本、はい、うちの会員のあるんですけど、そのポイントの2万ポイントを使うと1本、世界で1個のデニムを作ってもらえるっていう。これがそうってこと？これ今2本のデニムですね。もともとこれとこれで、これを担当です。アルチザンの、アルチザン、これ1個作るのどれくらい時間かかるんですか？40時間ぐらい、大体5日間ぐらいで仕上げられた感じですね。これ自分でオーダーするんですか、それともお任せなんですか？お任せも全然大丈夫ですし、こういった感じで作ってほしいみたいなのも対応できます。唯一できないのがウエストをいじるっていうことが基本的にできないので、お客様のウエストに合うっていうことが前提のパンツであればもう好きなように。ディーゼルのデニムじゃないといけない。そうなんですよね。すごい古いディーゼルとかでもいいんですか？はい、もうここ実はその古着。確かにちょっと古い。すごい。なのでロゴとか昔のちょっと違う。これが多分皆さん。なんかこの色合いとかって、あとここのちょっとシャープでくびれさせてると、なんかもうキムタクの時のやつじゃないですか。わかりますか、みんな。ロン毛のキムタクの時の。これもオールドグローリーって言って92年から94年の間だけやってたデニムのコレクションのデッドストックです。すごい。そしてこっち側ギャラリーになるんですけども、これは今は誰をやっているんですか？こちらにも書いてあるんですけど、三留七重さんっていう方の、日本人の方が今回こちらの世界観を作ってるんですけど、年に4回アーティストは変えていて、ここに関しても完全グレンが誰を起用するかっていうのを決めてはいるので、あとはなんかその作品っていうよりはやっぱこの考え方とか、どうしてこういう作品を生んだのかみたいなやっぱバックボーン的なものとかも、うちのディーゼルとすごく合うものに関しては採用してるような感じになってるので。なるほどね。すごく有名だとか無名だとかはあんま関係ないですね。そのコンセプトに共感ができるか。そういうことですね。そして次はですね、スタイリングですね。鶴川さんが組んでくれるんですけれども、どんな感じですか？そうですね、一つはやはりちょっとこのせっかくなのでミラノコレクションの、世界観も入れながらちょっとスタイリングさせていただきたいなとは思っております。素敵じゃないですか。素敵って言われました。これすごい好き。いいですか？上がりますね。上がりますよね。私も上がってます今。私も。いやすごい。でも大人ですね。大人ディーゼルじゃない？思ったよりも。このすごい加工がストライプの網の感じとかしよくないですか？エッジを一つ一つは効いてるんですけど、合わせてるとうるさくなってないんですよね。そうなんで？まとまってるっていうのが。グレンパワー。グレンの凄さは本当そこですね。あとあれ着て思ったんですけど、シルエットが秀逸。綺麗ですよね。あと例えばこの上に着てるトップスしかりなんですけど、手がちょっと長いんですよね。そうですね。気持ちいい。手足が長く見えるシルエット作ってくれてる。このタンクトップもね、ありがとうございます。このタンクトップも形が秀逸。でここちょっと透け感があってみたいな。そうですね。でここも中のストライプと表のストライプをずれてもちゃんとデザインになるようにわざと。なるほどね。そうなんですよ。すごい。後ろまた違うんです。こんな感じ。
ダメージしてるんだけどものすごいエレガント。そうですよね。でバッグがシグネチャーのバッグですね。で靴がさっき見たやつそうですね。さっき本当にちょっと気になっていただいたので、せっかくならちょっと入れたいなっていうところと、今回黒をちょっとあしらっているので、それぞれの素材を変えて、ツヤなしとツヤありとっていう感じで、ちょっとそこは変えてみました。はい。じゃあ次お願いします。最高ですね。最高ですね。最高ですね。やばいですね。まずこのジャケット、そしてパンツ、でボディスーツ、でいつまでたってもデニム。そうですね。すごくない？やばい、大好物です。これも全部生地感と表情の雰囲気を黒は変えていて、ああなるほどね、黒の表現がたくさんあると、そこにやっぱりこのシアーの軽さと、その柄でファーで、やらせていただきました。最高です、テンション上がる。すごく似合ってます。ちなみにこれ下のハーフ丈のパンツに関しては渋谷限定にさせていただいているんですけど、なるほどなるほど。これ実はセットアップですか？セットアップでもあるので、こうもいけるよと。もうかっこよくいくんであれば、そう言っていただいて、こうなってる。バッグの色を変えちゃった。変えちゃって、なるほど、差し色になる。いい。こんなテンション上がりますか？上がりますか本当に。いろいろ見させてもらったんですけども、ディーゼル愛が増しました。ありがとうございます。楽しい。本当ですか？あと見るのと着るの全然違いますね。そうですね。見てるとちょっと派手かなって思うと、着ると案外馴染むのが多いなっていうのが印象的でした。やっぱり着た後のことを考えたものづくりというか、やっぱ加工とかシルエットになってるので、やっぱ着ていただいて 3D になるのが一番分かっていただける気がします。分かる。あと着るとやっぱ素材の良さもすごい分かります。皆さんはどのアイテムが気になったでしょうか？ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとスタイリングどれが良かったか、ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ありがとうございます。